皆様こんにちは、レイナです。今日はリクエストをいただいたので、スピーチコンテストとかプレゼンに絡むお話をちょっとしてみたいと思います。リクエストをいただいたのは、その方がね、どうやら英語のスピーチコンテストに出るらしく、それをどうやってやったらうまくできるっていうアドバイスをくださいっていうことで、そのことについてお話ししたいと思います。はい。実はね、私もね、何度かね、英語のスピーチコンテストに出たことがあるの。で、それが、いつも成功してるわけじゃなくって、こういうこともあったよ。出ました。ね、ちょっとだけスタートしたんだけど、その後、ってなっちゃって、何にも英語が出てこない状態で3分間終わるのずっとみんなの前で立ってたっていうね、時もあるの。でも、その時に一番嫌なのがね、うわ、この子かわいそうっていうの顔で見られるわけさ。もうね、それがね、たまんなかったよね。だから、なんとなく私経験してるから、その経験をもとに、プラス、私が思うに、なんでそうなっちゃうのかっていうこともプラスしてお話ししたいと思います。スピーチコンテストで絶対問題になるのが、緊張しちゃうっていうのがさ、いつも気になるでしょ？で、その緊張にもいろいろ種類があると思うの。例えばさ、基本的にただ単に人前で物を喋ることがで緊張しちゃう人っているわけじゃない。ね。それが1でしょ。ただ単に素直にただ緊張しちゃう人、シャイな人に、間違えたらどうしようっていう風に緊張しちゃう人、よく見せなきゃいけないとかっていう緊張、それから真っ白になったらどうしようっていう緊張感だったりとか、あと人すごくうまいってうまい人を見た瞬間に緊張しちゃうっていうね。で、それでさ、ある意味で今私5個あげたいでしょ、理由を。1個目以外さ、全部自分が作り出してる緊張なんだよね。1個目の本当にただ単にどうやってあがいても人前で話すのを緊張しちゃうって人はいると思うの。で、それってみるのは別に悪いことじゃないし、しょうがないことだとも思うわけ。そういう人はもうとりあえず場数を踏んで慣れるしかないんだけど、そうじゃなくって、この他の4つがメインで緊張しちゃってる人がね、私ね、大半だと思うのよ。ね。だから、これはもう自分次第だから、自分に与えてるプレッシャーで緊張してる。それはちょっとね、気づいて直していかなきゃいけないと思うんだ。じゃあ、この緊張をどうやって解きゃいいんだって話でしょ。で、それをちょっと述べていきたいと思います。1、間違えたらどうしようってやつね。間違えたらどうしようって怒る前に緊張して、それが理由でなおさら緊張して間違えるっていうのはすごく悪循環だと思うの。だから、逆に開き直っちゃって、間違ってもいいやぐらい。間違ったら言い直せばいいやとか、間違ってもそんなの仕方ないでしょっていうぐらいで取り組んだら、その間違えたらどうしようっていうことを考えなくなるから、1個肩の荷が下りるじゃんね。そういう形でやったら、失敗する可能性が5個あったのが1個減るっていう風な感じで捉えるといいと思うの。だから、間違えなかったらそれに越したことはないよ。スピーチコンテストはやっぱ間違ったりすると点引かれちゃったりとかすることもあるみたいだから。でも間違えないで機械が話すよりも、ね、ちょっと間違いがあったとしても、感情とかを伝えられるやり方の方がいいと思うから、間違いなんか気にしてもしょうがないから。ね、だから間違えたらどうしようって自分でプレッシャーを与えることをないようにね。OK？ 2、頭白くなったらどうしよう。これね、ぶっちゃけた話さっき言ったじゃん。頭白くなっちゃったっつったでしょ、私。だからその後にまたスピーチコンテストに行くのがね、やっぱ怖かったよね。だけど私結局したのが、やっぱりさっき 1で言ったんだけど、開き直っちゃった。もう真っ白になっちゃったんだからいいじゃん。あれ以上最悪なことはないわと。だから一回ね、ぶっちゃけた話、一回ドツボにはまってみるのもいいと思うんだよね。そうしたらこれ以上の痛いものはないから大丈夫っていうね、気持ちにもなれるの。やっぱりね、いつも成功したりとか、いつも、いい状態でやってても何も学ぶことないから、間違ったらその間違ったとか、真っ白になっちゃったらその真っ白になっちゃったっていう経験からものを学べばいいやって考えて取り組むといいと思うよ。だからさっきの間違いが怖いとこの真っ白になるっていうのは同じものになっちゃうんだけど、真っ白にならないかもしれないんだから、なっちゃったらどうしようなんて思う必要はないと思います。Okay？ 3、さっき言ったんだけど、人が上手かったらどうしよう。あの人上手い。私あんなに上手くないとかって思う人がいるでしょ。それから緊張しちゃうっていうね。私よく言うんだけど、多分何回か聞いてる人いると思うんだけど、人と比べることには全く、いいことってないんだよね。なんでかって言ったら、人それぞれ良さがあって、ね、人それぞれ味があるわけでしょ。それがみんな同じだったらつまんないわけじゃない。だから、その上手い人がいるんだったら、
うまいな、すごいで終わり。それ以上自分と比べても何もならないんだし、その時点で比べたって何が変わるわけじゃないじゃんね。だからそういうことをして余計なプレッシャーかけないこと。で、それをしちゃうんだったら、人がスピーチしてる時にぶっちゃけた話、外で待った方がいいと思う。部屋の中にいて聞いてるよりは。そうすることで、なんていうの？自分にそういう余分なプレッシャーを与えるっていう機会っていうのかな。チャンスが減ってくると思うから、そうなっちゃう人は出てみるといいと思うよ。4! これすごく大切なの。私さ、このさっき言ったのパーンって真っ白になっちゃったやつなんだけど、ビルマの盾事って知ってる？それをね、やったらいいんじゃないかって話になってやったのよ。まあ映画見て、まあいいよかったんだけど、でもね、私がわざわざスピーチコンテストで伝えるようなものではないわけじゃない。そんな人のお話をただ単に伝えて、それを別に私が読んで自分で感動したから伝えたいとかっていうわけじゃなくって。だから一番いいのはどう考えても、自分がこれを聞いてほしい。これを伝えたいっていう、わかる？トピックと心と気持ちがつながってるものをやっぱり見つけ出して、それをスピーチコンテストのトピックにした方が、なんて言うんだろう、うまくいくと思うよ。どう考えても。だってさ、間違えたらどうしようとか、頭真っ白くなったらどうしよう、うまくしなきゃとか、そういうんじゃなくって、伝えたいからスピーチコンテストの場を利用して、ね、分かち合うっていうことが目的になるわけでしょ。そうしたら逆に楽しめるようになると思うの。どうだろうか。トピック探しっていうのはすごく大切なの。トピック選択っていうのがね。だから、もし時間があったりとか、これからまた、スピーチコンテストに挑戦してみようという人がいるんであれば、ね。自分が心から伝えたい、話したい、分かち合いたいと思うトピックを選ぶとすごくいいと思うよ。5! これすごく大切なの。いいスピーチコンテストに出るときって、スピーチする側の方のね、ことしか考えない人がすごく多いの。聞く立場になってね、やっぱり練習することがすごく大切だと思う。これ私次のもう5とか6とかに分けないで、練習にも入れちゃうんだけれども、やっぱさ、練習をきちんと納得いくまでできてたら、うわ、なんていうの？できてない、どうしようっていうね、緊張感はなくなるわけでしょ？だからあんだけ練習してもこれ以上は練習できないぐらい練習した。だから自信持てばいいんだっていう自信を持ちながら、そこで一方的に語る側のことばっか考えないで、聞いてる側、どういう風な人だったら聞いてる人は楽しめるかなとか、わかる？自分が聞いてる側だったらこういう人はすごく気分がいいよなとか、聞いてあげたいよなとか、サポートしたいな、支持したいなとかっていうのがあると思うの。ちょっと考えてみると、またね、新しい発見があったりとか、なんていうの、こう、人の顔を見てね、一言一言をこう伝えるっていうこともできるようになるから、聞き手に回ってものを考えて、聞き手に回って自分の練習したものを録画をした時に聞くとかっていうことをやっておくと、それもスピーチコンテストの成功につながるから試してみてね。で、これはもうトピックのこの1、2、3、4、5じゃないんだけれども、もちろんね、聞いてる人の中ではね、あの子間違えたとか、あの子良くないとかっていう人もいると思うの。そういう人はぶっちゃけた話、相手ではないと思った方がいいと思う。なんでかって言ったら、スピーチコンテストが一生懸命頑張ってる人に向かって、そういう、なんていうの、ジャッジメントなんて言えばいいんだろうね。批判したりとか、なんていうの、お互い伸び合うための評価とかだったらいいんだけど、陥れる評価をする人っているじゃない。心の寂しい人。ね。そういう人がいたとしても、そういう人たちは相手じゃないと。逆に、そういうことを理解してくれてる人っていうのは、そのスピーチコンテストに参加してることにも拍手。そして、なんていうの、頑張ってる。そこで間違っても何しても、ね。緊張してるのが見えたとしても、逆に応援してくれてる人の方がほとんどだから、うまくできないといけないとか、さっき言った緊張の理由、そんなこと本当に気にしちゃダメだよ。もったいないからね。で、ぶっちゃけた話、これ今、スピーチコンテストのことについて言ってるんだけど、実際これ後々また別のビデオでやろうと思うんだけど、本当ね、ぶっちゃけた話全部繋がってる。プレゼンテーションを成功するためにはどうしたらいいのっていうのもそうだし、仕事とかの面接でもどうやってすればいい、どうやったら成功するのっていうのも私全部同じだと思うの。やり方っていうのはね。だから、
スピーチコンテスト興味のある人、出てみたらいいと思うよ。そんでね、足が震えてる自分にね、笑ってみたらいいと思う。私何度かあるんだよ。何レナ震えてるバカじゃねえのとかって言って、緊張してる自分をちょっと、笑ってみたいとかっていう、そういう風な感じで、なんていうの、離れしていくっていうのは将来にもすごくいいと思うから、当選してみたらいいと思うよ。それで賞を取る取らないとかじゃなくって、経験のため。で、ちょっと楽しんでみようって。緊張するから怖いじゃなくって、緊張することも楽しい一つなんだって思ったらいいと思う。緊張することは悪いことじゃないし、失敗することも悪いことじゃないと思うの。だから、それは後々ね、その時はね、うわって思うかもしれないけど、時が経つと笑い話にもなるからね。私がそう、ドキドキした時にやっぱね、トラウマにもなった。だけど、今話ができるわけでしょ。それを経験してきてるからね。だから何でも経験することはいいと思うから、とりあえず飛び込んでみるのがいいと思う。それで、うまくしようとか考えるよりも、伝えたいことを伝えようっていう感じでやっていくといいと思います。ということで今回はリクエストをいただいたスピーチコンテストはどうやったらうまくできるっていうことについて私なりにちょこちょこっと箇条書きで5個ぐらいでなんていうのシェアしてみました。使えるものが1個でも2個でもあるといいなと思ってます。ということで聞いてくれてありがとね。レイナでした。また何かトピックであげてほしいなっていうものがありましたらコメント欄に残しちゃってください。ということでまたねー。